幸せでありますように。無我についてお聞きしたいんですが、私はまだ、その無我っていうことを100% 理解できて、いる気がしなくて、例えば、心を清らかにするといったときに、その清らかにしようとしている自分というか、その理性っていうのは、それは私じゃないかと思って、私っていうのが存在しているような気がしてしまうんですけども、その辺について教えていただけますでしょうか。普通私がいるという感じがみんなにあるんですね。だからそれをなくさなくちゃいけないというプログラムになりますね。宿題になります。そこでご飯食べたいなと思ったらこれで私がいるんですね。ちょっとテレビ見ようかなと。それでまた私がいるでしょ。でも違う私でしょ。一時的に成り立っただけで私が変わっちゃうんです。だからその都度私っていう気持ちが生まれるんだけど、この私っていうのはものすごい勢いで変化していくんです。テレビ見たい私とご飯食べたい私は別です。そこで嫌になっちゃった寝てやるそうと思った私はまた別な私なんです。同じ正真正銘の同じ私じゃないんです。そうやって瞬間変わる私を発見してください。それで私っていうのは一時的な現象であるということが見えるんです。はい。ありがとうございます。自我の錯覚について教えてほしいんですけれども、自我が錯覚だっていうふうに書いてあって、私はその怒ってる時とかに何が私を怒らせてるのかなと思った時に、これは自我なんだって思って、じゃあ自我の言うことだったらもう聞くのはやめましょうっていうふうに解決してたんですけれども、その自我が錯覚であるっていう先生のどこかの文章を読んで、錯覚に怒らされてたのかと思って愕然としたことがあったんですね。でもその後なんかここ会社でひどいメールをもらって1週間ぐらい心が傷ついていたんですね。でずっと傷ついていろんなその心の汚れを落とそうとか慈悲をの瞑想しようとか思っても、やっぱりそのずっと心が傷ついている状態が続いて、でもその1週間ぐらい経った後突然、自我って錯覚なんだけど錯覚がどうして傷ついたんだろうって思ったら、もう全然その傷ついたのももしかして錯覚なのかなって思って心がすごい軽くなっちゃったんです。でもそのメールを見た1週間ぐらいの間、自分が傷ついて苦しかったっていうのが事実なんです。で自我は錯覚なのになぜ傷ついたり苦しかったりするんでしょうか。この錯覚っていうのは本人がわからないっていう意味でしょう。本人にとってはこの悟った人から錯覚って言えます。だから私はブッダの教えをそのまま受け売りでやってるんだからで錯覚を引き起こす人は知らないんですね。例えば精神病の人々見てください。いろんな人いるでしょう。神と対話するバカがいるし、悪魔に誘惑されてるバカがいるし、戦争の連中と対話するバカがいるしね。で、本人にお前、アホでしょって言っても、何を思うかと。私実際に結婚してるからと言うんですね。だから、本人が気づかないんですね。私は自分の頃で昔ね、あるその当時で若い人でしたけど、今亡くなったんだけどね。で精神的な問題あるんですね。それですごくいい人でしたし、頼んだ仕事あったらものすごく真面目にやってくれるし、でだからお寺で行けたら結構仲良くみんなと
生活をしたりするし。であるいはこいつはどこかにね、雇われて仕事をしていて、仕事をしている仲間をぶん殴っちゃったんです。ぶん殴っちゃって仕事をクビになっちゃったんです。それで本人にとってはすごくみんな、いつはね、人を殴っちゃうんだから、もうよく気をつけましょうとかね。で、私はその人のことを知っているんだから、私と随分仲良く喋るんですね。で、それで、私は何のことなく、あんた、仕事をトラブっちゃったねとかね、あ、そうねと、素直に言う。それで、なんでそこで人を殴ったのって、それはですね、お坊さん、私の目の前ですごい恐ろしい鬼が現れたんだと。その鬼が来て人に迷惑かけちゃうと。これ大変だから、私はぶん殴ってやったと鬼を。で、本人が実際鬼を殴ったんです。で、私たちから見れば、かわいそうに人が殴られてるんです。で、私は、ああ、そう。で、それで終わっちゃったんです。で、そこで分かって、それではなくて、これ実例だからね。だから、幻覚ある人にとっては、幻覚は事実なんです。だから我々には自我と錯覚がある。だから自我いると思っているんです。しかし、あなたも実践したでしょ。これは錯覚だからと思ったら怒りが消えちゃうや。悩みが消えちゃうわ。だから錯覚があると苦しみが生まれるんですね。だから一時的にでもこれは自我があったんだからそんな気持ちになりましたと思って、その時の悩み苦しみをなくした方がいいんですね。正しく観察して自我の錯覚を生まれる仕組みを発見してください。こういうふうに自我の錯覚が生まれるんだと。仕組みを発見したら問題は解決します。はい、以上です。